娘を送るレシピ集のみーです。今日も無水鍋を使ってお料理していきたいと思います。今日作るのはこのさつまいもを使って焼き芋を作ってみたいと思います。いつも秋になると旦那さんのお姉さんが手作りで作った無農薬の美味しいさつまいもを送ってくれるので、今日はこれを使って絶対に失敗しない焼き芋を作ってみたいと思います。で、焼き芋を作るだけだとすぐ終わってしまうので、今日はこの焼き芋を作ってから3品おやつを作ってみたいと思います。基本になる、さつまいもペーストを作って、そのペーストを使って3品作ってみたいと思います。一つはさつまいものティラミス、そしてもう一つはスイートポテトチーズパイ、そして最後の一つは飲み物でさつまいものラテを作ってみたいと思います。それではまずこのさつまいもを皮まで食べれるくらいきれいにたわしでゴシゴシしながら洗っていきたいと思います。はい、さつまいもを洗ってきました。それではお鍋に入れていきたいと思います。今日は大フライパンを使います。入りました。それでは蓋を閉めて弱火で加熱していきます。はい、それでは開けてみたいと思います。合計で1時間30分加熱しました。加熱時間なんですが、さつまいもの大きさによっても変わってくるので、必ず竹串でチェックしてから火から下ろしてください。それでは今から基本になるさつまいものペーストを作っていきたいと思います。ではさつまいもの皮を剥いてペーストの準備をしてみたいと思います。はい、それでは基本のさつまいものペーストを作っていきたいと思います。先ほどのさつまいもの皮を剥いて切ってきました。このお芋をフードプロセッサーを使ってペースト状にしていきたいと思います。ここに入るのがさつまいも、そして溶かしたバター、生クリーム、そして砂糖です。はい、それでは回していきます。ここでバニラエッセンスも入れます。いい匂いです。ではさらに混ぜていきます。はい、きれいにペースト状になりました。今回のレシピは少しお砂糖控えめに作ってあるので、もしお砂糖が足りない方はお好みで増やしてください。先ほど作ったさつまいものペーストです。こちらの基本のペーストを使って3つのおやつを作っていきたいと思います。この基本のペーストはもうこのままで食べるだけでも十分に美味しいんですが、今日は3つのおやつを作りたいと思います。それではまずさつまいものティラミスを作ってみたいと思います。ではまずビスケットをフードプロセッサーに入れます。フードプロセッサーで細かく砕いていきます。細かくなったところで溶かしバター、そしてインスタントコーヒー濃いめですを入れます。そしてまた混ぜます。はい、きれいに混ざりました。ではこれは後ほど使用するのでこのまま置いておきます。はい、それでは次はクリームを作っていきたいと思います。それではボウルにマスカルポーネチーズを入れます。そしてお砂糖、卵黄でかき混ぜていきます。はい、よく混ざったら泡立てた生クリームを入れます。そして混ぜます。混ざりました。混ざったところでさ
先ほどの基本のペーストを入れてみたいと思います。これはお好みで大丈夫です。私はこの大きいスプーンで3杯くらい作って入れました。はい、ではクリームが出来上がりました。はい、それではティラミスは今日はこちらに入れていきたいと思います。先ほどのクッキーから入れていきます。それでは下にクッキーをしていきます。クリームを入れていきたいと思います。次はこのペーストをのせていきたいと思います。ではこの小さい方はもう器にいっぱいなのでこれで終わりにして、こちらはさらにクリームを重ねていきたいと思います。はい、ではこちらにココアパウダーを振るっていきます。はい、出来上がりました。では冷蔵庫に入れて冷やしたいと思います。それでは続いて次はスイートポテトのチーズポテトパイを作ってみたいと思います。ポテトパイなんですけど、今回は簡単に春巻きの皮を使って作っていきたいと思います。はい、それでは春巻きの皮にまたこの基本のさつまいもペーストをのせていきます。はい、こんな感じに。そしてその上にクリームチーズをのせます。あとは巻くだけです。本当に簡単すぎるパイです。最後ちょっとお水で。ではどんどん作っていきたいと思います。はい、このように包むことができました。それでは今から170度の油で揚げていきたいと思います。はい、また無水鍋を使うのでまずはしっかり余熱からしていきたいと思います。はい、それでは170度にしっかり余熱をします。余熱が終わってから油を入れて、油が温まってからパイを入れていきます。お鍋と油が十分に温まっていないとくっつく原因になってしまうので、しっかりお鍋は温めましょう。はい、それでは開けてみます。はい、いい感じに焼き色がついているので取り出したいと思います。出来上がりました。それでは最後のさつまいものラテを作っていきたいと思います。韓国ではコグマラテって言って、なんか可愛いですよね、コグマって。コグマってさつまいもの意味なんですけど、はい、それでは今からまずコーヒーを作っていきたいと思います。今日は濃いめのコーヒーを入れていきたいと思います。結構疲れるんですよ。頑張る。できました。それではフィルターをセットして、今日はドリップコーヒーを入れていきたいと思います。はい、コーヒーは出来上がりました。それではまた先ほどの基本のさつまいもペーストを使っていきたいと思います。今日は、コーヒーを使う、コグマラテと、あと子供でも飲める、コグマ牛乳を作っていきたいと思います。さつまいも牛乳。はい、ではまず
このペーストをカップに好みで入れます。こちらも入れます。入りました。そして牛乳、そしてコーヒーを入れます。こちらには牛乳のみを入れます。そしてさつまいもを飾りたいと思います。出来上がりました。はい、それではいただいてみたいと思います。いただきます。じゃあまずラテからいただいてみたいと思います。下にペーストが固まってるので、最初はよく混ぜてください。いただきます。さつまいもの味がほんのりして美味しいです。甘さが足りない方は蜂蜜など入れると美味しくなると思います。とこっちは小熊ミルク、さつまいもミルク、これもよくかき混ぜないと甘くてる。こちらのスイートパイを食べてみたいと思います。すごいおいしい。春巻きの皮がパリッパリしてて、いくらでも食べれそうです。うちのワンちゃんがなんか美味しい匂いを嗅ぎつけてやってきました。さつまいもが大好きなんですよ。でね、これ何も入れてないのでワンちゃんも食べれるさつまいもですまだいるまだ調査してます。では最後はティラミスいただいてみたいと思います。すごい美味しい。これもね、すごい簡単なのに美味しいし、可愛いですよね。ぜひ作っていただきたいです。美味しいです。ずっとワンコに見られてます。ここにいる。この動画が少しでも皆さんのお役に立つと嬉しいです。今日も最後までご覧くださってありがとうございました。ではまた。